皆さんこんにちは。こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今私たちはねパリにいるんですが、今日はこれからユーロスターを使ってパリからね約 500km 離れたアムステルダムに向かいます。日本だとね東京と京都に似たような距離感で、やはりねこの距離で異国に行けるっていうのはねヨーロッパの魅力の一つだと思います。So 500 kilometers, that's about 300 miles, which is about the distance from Los Angeles to San Francisco. カリフォルニアって大きいよね。But I bet you if we lived in Paris, we'd probably travel somewhere new in Europe every weekend. 確かにね。パリとはねまた違った雰囲気のアムステルダムを楽しんできます。On y va, 行ってきます。ユーロスターで3時間アムステルダムに到着しました。Yeah, we made it. What a great ride. I love traveling by train through Europe. It's a very nostalgic feeling, especially with these old train stations. しかもすごい快適だったね。荷物が多いので今からね早速今回ステイするホテルに向かいたいと思います。今回予約したホテルはアムステルダム中央駅からたった徒歩3分ということでねすごく便利です。ホテルに向かいましょうか。 Yep, let's go.今ですねアートホテルのお部屋に到着しました。ちょっと見てください。このホテルから見えるのがアムステルダム中央駅です。キャナルも見えますね。そう、さっきも言った通りなんですけどこのホテルはもうすごく好立地ですね。本当目と鼻の先にアムステルダム中央駅が見えるということでユーロスターに乗られる方もそうですし、そのアムステルダム郊外に行かれる方にもねすごく便利だと思います。でですねこのホテルすごくモダンでアートホテルということでところどころアートがあってすごく面白いなと思います。ということで早速ねアムステルダムを観光してこようと思います。これからアムステルダムグルメの一つフリットポテトを食べに行きます。特徴としましてはソースが大量についてくるそうです。Ooh, saucy French fries? I'm excited. Let's go. Oh 見てください、すごいボリューム。私たちがオーダーしたのはパルメザンチーズにトリュフのマヨネーズがけだって。 Wow, I've never tried such a thing. Really looking forward to it. Let's see what it tastes like. それではいただきます。Super saucy. すっごいボリューム。これはなんかすごいお腹いっぱいになりそう。Wow. でも正直1回で満足かもしれない。 That's why I said I'm done after this. 美味しいんだけどね。ただすごいボリュームだから。はい。Potatoes are really good. Perfectly cooked, crunchy and salted. 確かに。A little bit of pepper too.
こちらはディル&カミーユという1970年代に創業したオランダ初の雑貨屋さんで、自然との調和をコンセプトにした雑貨はプラスチックを使わない環境に優しい素材で作られ、キッチン用品からバスグッズ、ガーデニングまで暮らしに寄り添う生活雑貨を販売しています。その上、お手軽な値段設定とあって国内外にファンが多いのも納得です。キャンドルホルダーだ。さっきからさ、これがすっごい気になってて、めっちゃ可愛い。欲しいけど割れちゃうよね。Come on, this one. Get it. すごくね、可愛らしい雑貨がたくさんあるんですけど、お目当てはですね、エコバッグが可愛いそうなので、ちょっと今からエコバッグを見に行ってみます。Thank you very much. ゲット。北のベネチアと呼ばれるアムステルダムのこの運河地域はもともと漁村だったそうで、その歴史は1300年前に遡ります。もともと海抜が低く洪水のリスクが高いため、運河を掘ることで水の量をコントロールしていたそうです。そのためアムステルダムには165の運河が巡り、なんと1280本もの橋が架けられています。Wow, what a beautiful, inspiring city. No wonder Van Gogh wanted to be an artist. Day one in Amsterdam. Where do you think we should eat tonight? Dutch food. Sounds good. Let's go. 今夜のディナーはちょっとね、名前が読めないのでまた書いておくんですが、私たちがねステイしているアートホテルから徒歩たったの3分かなのところにある運河のもうすぐ真横でディナーがいただけるということで、今日はこちらのレストランでディナーをいただきます。で、早速ですね、ビールをオーダーしました。なんかよく分かんなかったから、お店の方のリコメンド、一番のおすすめを聞いて、 Couple of Netherlands Amsterdam traditional beers. Cheers. 乾杯。That was good. なんかなかなか飲みやすいよ。コクがある。美味しいね。でもね、結構微炭酸かも。Oh, that one's pretty good. It's ね。 like a little bitter. This one's more sweet. あ、そうなの？へえ。こっちの方が強炭酸。Oh, it's so relaxing here. Yeah, Beautiful. okay. Look at this. なんかさ、リアルペイントみたいな感じだよね。Yeah. ね、明日はさ、クルージングしたいよね。Yeah, that looks fun. Great way to see the city too. It's beautiful and very relaxing. いや、いいね。ちょっとさ、驚いたこと。水が高い。パリから来たので特に思うよね。
水高くない？ Totally. うん It was surprising. うん。 But we're right here in the tourist central. I'm sure if we went further out into the city, you might find そうね。 better prices for things. そう、水がさ、なんか500で今日3ユーロとかしたよね。みたいな、嘘でしょってなったんだけど。そう、アムステルダムは3泊するので、ちょっと水の確保は大事ですよね。お料理がやってきました。まず1品目がですね、アスパラガスのレモン風味スパゲリですね。2品目がエルデンスープというオランダ発のエンドウ豆のスープかなに、オランダ発のビターバレンというコロッケ。まずね、コロッケからいってみたいと思います。見た目はすっごい普通のコロッケ。それではビターバレンいただきます。感想としてはすっごくクリーミー。ポテトの味はしない。でビーフの味もしないかな、正直。でもとにかくクリーミー。はい、じゃあ次どんどんいきましょう。はい、それではエルテンスープいただきます。すっごく優しい味がしますね。すごくいろんな野菜が入ってるのかなっていう。特にね、そんなにエンドウ豆が強い味もしないし、野菜風味の優しい味。これは美味しい。気に入りました。I like it. Here we go. My first try of bitterballen. Itadakimasu. はい。 Bon appetit. With mustard. そうね。 First of all, really good mustard. あ、そう。 It's mild flavor though. でもすっごいクリーミーじゃない？ Creamy. Fried perfectly. あ、それはそうかも。 Yeah, that's good. Okay, I try some soup そう now. ね。 I'm gonna try with the fork. フォークでトライするんです。 Some good ingredients. Definitely tastes like a well-made vegetable soup. Yeah, I like that. And they give us a pile of bacon. そうよね。斬新ですね。いやもうなんかね、この景色でまずお腹いっぱいなのよ。 Full with views. Kind of feels like a dinner theater. なんか本当ね、映画のセットみたいだよね。 Yeah. It's like a movie set. It's gorgeous. Good morning from Amsterdam, day 2. おはようございます。今日はですね、これからオランダ最大級の芸術作品が集まるアムステルダム国立美術館に行ってきます。でもその前にオランダに来たらね、食べてみたかったあるものを食べに行きます。 Breakfast was pretty good at the hotel. We just ate breakfast, Yeah, but it's we're alright. gonna try something new. 甘いものは別腹って言いますからね。 Yeah. 街中どこもかしこも自転車だらけ。というのもオランダは自転車所有率が世界一らしいです。土地が平地なので自転車には最適なんだとか。すごく健康的でいいですね。Good morning. Good morning.
なんかここはね目の前でストロープワッフルを焼いていただけるそうなので、ちょっとね朝一で来てみました。オランダ発祥のストロープワッフルは2枚の薄く焼いたワッフル生地でキャラメルソースを挟み、平べったく焼き上げたオランダの伝統的なお菓子です。 Is this caramel? Chocolate? Caramel. Wow. Dus we hebben hier, hier hebben we materiaal, kaas, de bouwchocolade. Thank you. Have a good day. Thank you. はい、それでは早速焼きたてのストロープワッフルをいただきたいと思います。いただきます。Here we go. なんかね、思ったよりそんなに甘くない。なんかさっきすっごくクリームベタってやってたから、うわこれ結構甘いのかなと思ったんだけど、食べやすいねこれね。今私たちはシンゲルの花市場といって1862年からある歴史ある花市場にやってきております。でですね、こちらの花市場は世界で唯一運河に浮かぶ水上マーケットだそうです。ちょっと見に行ってみましょう。先ほどね水上マーケットって言ったんですけど、こういう感じですね。こんな感じで水の上に作られているマーケットという感じです。でね、なんかもうちょいチューリップのお花売ってるのかなと思ったんですけど、球根はたくさんあるけどお花が見当たらないね。There's no flowers, right? So many bulbs. どうしたんだろう。Eternal flower ということでフェイクのチューリップはたくさん売ってあったんだけどね、もうちょっと見てみようか。はい、今お店の方に伺ったんですけど、やはりチューリップっていうのはね1年の中で短い命がねだから4月がベストシーズンみたい。5月の頭はもう枯れ始めるって。3月の終わりぐらいから4月が満開なのかな。そうということで1年の中でねすごくスモールウィンドウみたいです。 Maybe next time。 今アムステルダム国立美術館に到着しました。ちょっとねまだエントランスが分かんないんだけど早速行ってみようと思います。すごい人の数です。Nee, dat klopt niet. Een museumkaart, zoals we al wisten, weet je wel. 今美術館の中に入ってきました。こちらの美術館はねオランダの12世紀から20世紀の作品がね約8000点ほど展示されているそうです。ちょっとまずはね有名どころからチェックしていきましょう。なんかね有名な作品は2階からスタートするそうです。Oh my gosh, look at this.まずこの美術館の一番の目玉作品であるオランダ黄金時代の画家レンブラント作「夜景」を見に行きます。大勢の人物たちが等身大で描かれたこの巨大な作品は市民自警団が出動する様子を描いたもので、明暗法により主要な人物を浮き上がらせドラマチックな光と影の描写で有名な作品です。この作品はこれまでナイフで切りつけられたり
酸をかけられたりしているため、これだけ厳重体制になっているみたいです。個人的に今回とても見るのを楽しみにしていたオランダを代表する偉大な画家の一人、フェルメールの牛乳を注ぐ女です。実は生前今ほど注目されていなかったそうですが、彼の光や色彩の取り入れ方が再評価されたのは彼の死から200年が経ってからのことでした。今にも動き出しそうなリアリティが伝わってくる一枚です。こちらのデルフトの工事はたった2枚しかないフェルメールの風景画の一つです。フェルメールが生涯を過ごしたとされるデルフトの町は火薬庫の大爆発により半分近くが壊滅しました。フェルメールは古い町並みを残そうとこの絵を描いたようです。こちらは生涯80点近くの自画像を描いたとされるレンブラントがまだ22歳だった時に制作した自画像です。The Dutch are experts in light and shade.The way that the shadows touch your face, it's beautiful. I feel like Rembrandt, these other Dutch artists really worked hard to get that perfect lighting. Like a picture. Yeah, it looks like pictures. 1階に降りると18世紀から19世紀の美術品が展示されています。その中で最も注目すべきはオランダ出身の画家ゴッホの自画像です。こちらはこの美術館の中にあるオランダで最も古く、オランダ最大の美術資本の蔵書を誇るカイパース図書館です。この国立美術館を設計したオランダの建築家カイパースにちなんで名付けられました。吹き抜けになっている図書館は世界で最も美しい図書館の一つと称され、膨大な美術史関連の書籍が壁一面を埋め尽くしています。この空間美に圧倒されました。We just visited the Rijksmuseum. Wow, what a beautiful collection of Dutch arts and crafts. Yeah, they were so good at details, I noticed. It was almost like a picture. Yeah, the pictures, every little thing they had was so well detailed. The woodwork, the metal, the glass, and especially the paint. They're masters of light and shade. ほんとすごかったね。でもなんかフェルメールさんとかはさ、生きてる時なんかバンゴッホと一緒でなんかそんなに注目されてなかったらしいんだよね。でもやっぱり再評価されて、今見たらさ、なんでこのペイントって評価されなかったんだろう当時って思うぐらい本当最高傑作だと思います。すごかったね。見応えがありました。でしかしね、ちょっと後でお見せするんですけど、この周辺ってアムステルダム国立美術館をはじめモーコーとかね、なんかいろんな美術館が点在してるんですよね。本当1週間ぐらいゆっくり過ごせるよね、美術館巡って。Is this Museum Square? そう。Oh, okay. I think the Van Gogh Museum's close? 明日行くんだけどね。Okay. All this culture makes me hungry. Where are we going now? ランチ。Sounds great.この運河沿いにあるカフェで今日はランチをしてみようと思います。オランダといえばハイネケン。今日はね、ハイネケンで乾杯しようと思います。乾杯。
ハイネケンだね。Yeah, it's good Heine. うん。それやっぱさ、アムステルダムに来たらさ、できるだけキャナルの横でランチしたり、ディナーしたりしたいか。You have to while you're here. It's a full experience. Feel fortunate too. The weather's great. Go over, sit here with you a full day. もうほんとさ、まあ30分ぐらい歩いたらどこでも行けるのね。The city's really walkable. Probably don't want to take an Uber. さて今ねランチを済ませて、アムステルダムはね結構ヴィンテージストアがたくさんあると聞いたので、ちょっとこれからねいくつか気になるヴィンテージストアをチェックしてみようと思います。アムステルダムでダントツね入場者数が多いと言われているのがこちら、私たちのね奥に見えているアンネ・フランクのお家です。当時アンネが迫害から逃れ屋根裏部屋で過ごして世界的に有名なアンネの日記が執筆されたお家で、原本がね保管されているということで、当時彼女たち家族が過ごした屋根裏部屋のお部屋が博物館になっているということで、早速行ってみましょう。 I just remember reading the book as a kid and always being interested in the story of how somebody could keep a diary during such a hard time, being scared and being held with your family and hiding during the most probably scary time that anybody had ever heard of in Europe. でもね、すっごい it was so hard to get book this museum. Yeah. If you want to come, make sure you look into booking tickets in advance. And then get here early too, because it looks like it's lining up. もちろんね誰かのお家だったわけだから多分スペース的にはちっちゃいと思うから、多分すごいlimiting people 人数制限をしていると思います。ということでちょっと早速私たちの時間が来たので行ってみましょう。アンネ・フランクは1944年に強制収容所に送られてしまうまでの2年間をオランダで過ごしたと言われています。当時どのようにユダヤ人狩りから逃れていたのかがわかる隠し扉や家具、写真などが鮮明に残されています。今アンネ・フランクの博物館に行ってきました。まずね特に印象的だったのが、ずっといろいろねこの家族に起きたことなどの展示物があるんですが、その中間でね実際にアンネとその家族が過ごしたとされるねわずか45平方メートルぐらいのスペースで8人もの人がね日中音を立てずに本当にひっそりと過ごしていたとされるお部屋がねあるんですが、そこにねつながる隠し扉があって、でなんかもうそこに入った時から本当になんていうのかな、こんなとこで2年間もね身を潜めて暮らしてたんだって思ったら、なんかすごい苦しくなったというかね、博物館の最後の方でアンネの日記のね実物が
展示されていて、で彼女はねもともとジャーナリストとかね作家になりたくて、本はね世界中で出版されて、なんかこんな形で彼女の作家の夢が叶ったって、なんかすごく実際に直筆とかを見たら目頭が熱くなるものがありましたね。デビッドどうだった？ It's kind of an emotional experience for me. There's a lot of really well documented things they had in there besides the diary. Just everything that the Jews had to go through at the time, and having to go into hiding and then have all their friends help them around Amsterdam to bring them food and clothes and stuff like that they had to survive there for the 2 years in such a small space, and to be quiet all day. They couldn't even use the bathroom during the day because the people working in the warehouse downstairs didn't know they were up there. It's just really hard to imagine, and I guess it made it easier once you're in the space to understand what it was like. So I'm glad it's preserved, and I'm glad that they make it available to so many people nowadays. でもとにかく来てよかったよね。I'm so glad we came. Right. What a cool experience. さて、Yeah, we need a mood lifter. Very, very fortunate to be able to experience this. Thank you for coming along with us on this journey. オーディオガイドが入り口でもらえるんですけど、それをずっと聞きながらその各展示室を回るって感じで、すごくその時の当時のことがよくわかるというか、そうアンネの日記を全然読んだことがない人でもすごくイントゥできるというかね。Oh yeah, of course. アムステルダムにね行くチャンスがある方はぜひ訪れていただきたい場所ですね。Must do. 今ちょっとね鐘が聞こえたんですけど、アンネのお家のねすぐ横に西教会があるのでちょっと行ってみましょう。なんかね西教会ってレンブラントが埋葬されてるそうですよ。Can we go see that? ちょっと行ってみましょうか。Real quick. It doesn't look like we can get inside the church right now. なんか無理っぽいよね。No. Maybe only on Sundays. そういう感じか。Well, maybe we should go get a snack. Apple pie, I heard, is really good here. そうね、昨日そう行けなかったところ人が多くて、今日ちょっとトライしてみましょうか。なんかmust try みたいなすっごい人気のアップルパイ屋さんがあるそうなの Well, で、 you can't argue with that. 行ってみましょう。 Let's go. Yes, please. すごいね。クリームどっさり。しかも見て、ほら、なんかリンゴが何層も。でもなんかボリュームすごそうだね。シェアでもちょっとフィニッシュできるかでわかんないね。頑張ります。頑張りましょうか。それじゃあいただきます。いただきます。すごいなこれ。Famous Amsterdam apple pie. いただきます。見た目にしては甘くない、そんなに。ね。Yeah, it's light. 美味しいよね。 Yeah, なんか a lot of depth. ゴロゴロリンゴが入ってるんですよ。ね。It's mostly apple, Yeah, right? it's like a healthy apple pie. これ美味しいわ。正直結構甘いのかなと思ってたから、これは美味しい。ここが人気なのすごいわかるかも。The crust is really good too. 食べきれるかわかんないと思ったけど、普通に食べれそうだね。I like it. No wonder it's so popular. しかもなぜかさ、1箇所しかないのね。だから everyone comes here。はい。なんかね、あっさりウィンケル43アップルパイ完食しました。美味しかったね。Yeah, that was yummy. I could probably eat that once a week. いけるかも確かに。
なんかメニューにないんだけどアップルパイでもみんなあれしか頼んでないよねSecret. そうそう。はいということでですね、今からアムステルダムに来たらやってみたかったことの一つ、クルージングに行ってこようと思います。 I love boat rides. やっぱりねクルージングをすることでなんかもっといろんなエリアを見れるかなと思って、この歩いてるぐらいじゃ回りきれないからねやっぱり、ちょっと楽しみです。お天気がすごいいいからね。Welcome aboard. My name is Valentine. Valentine. ベネタ君 Like, can I be your Valentine? Right? アムステルダムにはたくさんのボートツアーがありますが、お天気も良かったのでオープンボートツアーに参加しました。ガイドさんによると、オランダの 60% の国土はダムで水をコントロールしながら埋め立てたそうで、アムステルダムの緩い地盤の上に建てられた家々、その上土地の幅によって税金が決められていたため、建設当初の建物はなるべく細く、そして高い家が主流だったそうです。結果、運河沿いの地盤の不安定さも相まって傾いてしまった家々が連なって踊っているように見えたため、ダンシングハウスと呼ばれているそうです。ふと住み心地ってどうなんだろうって思いました。それにガイドさんによると、これらの家々は世界遺産なので、家を買っても例えば窓すら自分の好きなスタイルにできないんだそうです。運河が張り巡らされたアムステルダムの街に架けられてきた数々の橋の中で最も有名な橋がマヘレの跳ね橋です。この橋は1670年頃に建てられ、現在アムステル川に架かる橋としては唯一の木造跳ね橋です。People like to swim here, and this is the color of the water. 今ね、この川、この運河の水、透明度見てください。アムステルダムのシャルドネだってちょっと匂う。臭くない。なかなか透明だよね。もうちょっと汚いかなと思ったんだけど運河に架かる7つの橋が一直線上に並んで見えるという7つの橋です。1時間のクルージングを終えました。どうだったデビッド？ That was really fun and relaxing and super informative. I learned a lot about Danish history, the different neighborhoods of Amsterdam that we wouldn't have gone to. That was 本当すごく気持ちがいいし、お天気が良ければぜひクルージングはした方がいいね。So yeah, highly recommended. And so much water life. So many people living on their boats out there, just in the canals here. しかしプロパティすごい高いんだね。 Just how much East Indian Trading Company of the Dutch dominated all this area. These were all storage buildings before they were houses, which we didn't know. So yeah, things like that. They were making so much money, they liked paying taxes because then they could show off how much money they had and it showed that they could trade with. So yeah, then they would show that they were good business people because they paid a lot of taxes, so they would get more business. まあ本当面白かったよね。My favorite fact was bigger the brick, the more taxes you had to pay. So if you had big bricks, you were stone rich. そうね。はい、というわけで今日はね、本当たくさん行動しましたね。
アムステルダムって本当に見るものが多いですね。まだまだ明日もね観光するので、ディナー行ってねゆっくりしたいと思います。それでは皆さん、ここまでこのブログをご視聴いただきありがとうございます。 Thank you for watching, everyone. Please like and subscribe. バイバイ。 Bye bye.